はい、農園ガレージのりょうです。今回の動画はドライブシャフトブーツの交換です。もらったタントの左側ドライブシャフトのアウター側のブーツが破れていたので、分割式のブーツに交換します。ブーツが破れているのをそのまま放置しておくと中のグリスが飛び散って、そのうち音が鳴り出します。走行中にハンドルを切ったとき、カリカリっと鳴る音は、グリス切れしたドライブシャフトの音です。でも最近では、ブーツが破れていないのに異音が、鳴り出すこともあるらしいです。このタントも車検の時はブーツは破れてなかったのですが、その時すでに異音がしていたので、そうかもしれません。一度音が鳴り出したら、ドライブシャフトを交換するか、鳴き止めの専用グリスを使う方法もあります。今回は異音がしているので、グリスは鳴き止めの専用グリスを使って、作業していきます。鳴き止めの専用グリスを使った動画は別動画で上げておきます。はい、今回交換するドライブシャフトのブーツは宮古自動車の M タッチゴム製の分割式タイプのブーツです。分割式のメリットは、作業が早いことですね。デメリットは普通のブーツに比べると部品代が倍くらい高いことです。普通のブーツが2500円ぐらいだとすると分割式は5000円ぐらいします。それでも分割式の部品代と工賃、それと普通の部品代と工賃を考えると、分割式の方がお得なんじゃないかなと思います。あと分割式タイプはゴム製の他に樹脂製があります。今回はゴム製で交換していきます。ゴム製のいいところは分割のはめ込みに失敗しないことです。はめ込みにはコツが必要ですが、時間を気にしないでゆっくり作業ができるので、時間をかければ誰でもできると思います。はい、この M タッチを簡単に説明すると、ゴム製で分割部は接着するのではなく、この専用の組み付け剤を塗って、ただ結合するだけです。同じ商品でスピージーがあります。中に特殊なスプリングが入っていて、そのスプリングが気密性を保っているそうです。ちゃんとはまっていなかった場合、やり直しできるのがこの M タッチのいいところです。はい、それでは作業をしていきますが、現状古いブーツは外して、ボールジョイントの部分は、洗浄して終わっている状態です。はい、それでは作業していきます。まず最初に、グリスを充填していくのですが、グリスは、この付属のグリスではなく、今回、ドライブシャフトからイオンがするので、こういった、ドライブシャフトの鳴き止めの専用グリスを使います。ドライブシャフトのイオンの動画は別動画で上げておきます。はい、ではグリスを充填していきます。
はい、こんな感じで、たっぷりめにグリスを、盛りました。付属しているグリスは、こんなに入ってはいないんですが、今回使った、この泣き止めのグリス、モリジョイントのグリスの使用方法には 80g から 90g、充填してくださいとあるので、これぐらい、充填しました。はい、いよいよブーツを取り付けていきます。まず、箱についているこのグリスガードを、このシャフトに取り付けて、ブーツにグリスがつかないようにこのようにガードしておきます。はい、そしてこの組み付け台をつけるのですが、組み付け台をつけるのは、こちらこの溝の方の部分ですね。この山の部分ではなく溝がある方にここにつけていきます。はい、こちらを薄く塗布してくださいとあります。これは接着剤ではないのでそんなに焦る必要はないです。薄く塗布するだけで大丈夫です。こんな感じですね。はい、そしたらブーツをシャフトに入れます。入れたら、この大きい方ですね。大きい方をまず接合していきます。はい、接着剤ではないので慌てて、組み付ける必要はありません。ゆっくりと時間をかけて、組み付けても大丈夫です。はい、3分の2ほどくっつけることができたら取り付けたこのグリスガードを外して大きい方をシャフトにはめ込みます。はい、はい、こういう感じですね。そしたら小さい方を溝に合わせてはめ込みます。はい、取り付けできたら一度ハンドルを切って、回してみます。シャフトを回してみます。はい、結合部分がちゃんとはまっているか、確認して回していきます。はい、逆に切っても確かめます。
はい、良さそうです。はい、接合部がちゃんと、くっついていることを確認できたら、続いてバンドをはめていきます。バンドは付属しているのですが、バンドを組み付けるときも向きがあります。組み付けるときは、こういうふうにかけて、こうやって締め付けるのですが、この時回転方向があって、前進方向の回転、ドライブシャフトが前進する方向の回転がこのようになるようにバンドを締め付けます。なぜかというと、もしこう組み付けてしまうと、こう回転したとき、何らかの、例えば異物、この軍手とかが巻き込んだとしたとき、引っかかって外れやすいからという理由らしいです。こうつけておくと、引っかかる可能性が少ないので、こう回っていくと、ここで引っかからないので大丈夫ということです。こうつけてしまうと、こう回った時に、ここで引っかかってしまって、このバンドが外れてしまうという理由から、このバンドには方向性があります。なので、つけるときは、この方向です。この方向でつけていきます。はい、そして注意する点は、このブーツの接合部と、このバンドの端の部分が重なり合わないように、このブーツをずらします。こういった感じで、反対側でこのブーツを締め付ける場所が反対側になるような感じです。そしてこういう感じで、はい、こういう感じでブーツをはめ込みます。はい、そしてこれをただ向こうに押し倒すだけなのですが、レビューを見るとこのバンドの大きさが違うというのが、バンドが小さすぎるというレビューがちょこちょこあったので、そこだけは注意ですね。もしバンドの大きさが合わないようであれば、別のバンドを、使った方がいいです。今回こう倒しますが結構きついので、多分これはバンドが合っていません。なので違うバンドをつけていきます。はい、付属のバンドのサイズが合ってなさそうなので、こういった汎用の、バンドで取り付けていきます。
はい。はい、こういった感じです。はい、小さい方の付属のバンドもちょっとサイズが小さかったので、この汎用のバンドで締め付けていきます。はい、こんな感じで締め付けました。はい、これで作業は完了です。今回の動画は以上です。ドライブシャフトブーツ交換分割式ゴム製 M タッチでした。最後までご視聴ありがとうございました。